今回も引き続き、パラサイトバイオームの動画をやっていこうかと思います。前回の動画は、パラサイトバイオームを浄化するには、まずベコンステージ4を倒す必要があるので、ベコンステージ4を倒しに、パラサイトバイオームに向かったところ、寄生虫の大群の猛攻に遭い、とてもじゃないけどベコンステージ4を倒すどころではない、という動画でしたね。なので、一旦大量に湧きまくる寄生虫を湧き潰さなければならない、そういう結論になりました。なので、今回の動画では、パラサイトバイオームを湧き潰す、ということをやっていこうかと思います。どうやってパラサイトバイオームを湧き潰すのか？マイクラで敵モブの湧き潰しとなると、一般的には、松明などの光源を置いて、暗所を作らない、ということですが、RL クラフトの寄生虫モッドの寄生虫たちは、明るさ関係なく明るいところでも湧きますので、当然この方法は使えません。他の湧き潰し方法となると、例えばガラスなどの透過ブロックの上や、高さが1マスに満たないブロック、例えば下付きハーフブロックや、カーペットの上には敵モブは湧きません。また、フェンスやピストン、ベッドなど、他にも敵が湧かないブロックや、設置物というのはいくつか存在します。こういったブロックなどで覆ってしまえば、寄生虫たちは湧かなくなるでしょう。ただ、これらのブロックなどは、寄生虫たちに破壊される恐れがあります。寄生虫の大群たちと戦闘しながら、これらのブロックを設置していくのはほぼ不可能でしょう。なので寄生虫たちに破壊される恐れのない、敵が湧かない物体を設置する必要があるのです。それは、水流や水源などの液体のブロックです。水流や水源などにも寄生虫たちは湧きません。マイクラのバニラの敵モブも湧きませんね。バージョン 1.12 ではドラウンドはまだ実装されていません。水源などの液体ブロックでパラサイトバイオームを覆ってやればかなり敵の湧きを抑えることができるはずです。ちなみに、最新版の寄生虫モッドには、水中に湧く感染したイカもいるようですが、RL クラフトにはまだ実装されていないようです。ちなみに、これは推測なのですが、寄生虫モッドには、空中に湧く敵も存在しますが、多分、水源などの液体ブロック上空には、湧きません。これはなんかウィキなどで裏付けが取れてるわけではないのですが、ロストシティ内には、このようにたまに大きな湖か海のような場所があるのですが、この上空で敵が湧いているのは、今まで一度も見たことがないからです。ちょっと実証実験をしてみましょう。ちょっとわかりづらいですが、地面がある空中には、イエローアイやフライングキャリアなど、空中の敵がちょっと湧いてますが、水上の空中には湧いていませんね。ただ、水源を使うのには、一つ問題があります。パラサイトバイオームを湧き潰して、ハイブコアを破壊した後、寄生虫たちによって生成された、巨大な不気味な植物のような物体や、感染したブロックに変換されてしまった建物群は、後で爆破するなどして破壊しようかと思っているのですが、水源の中では、TNT などの爆破によって、ブロックを破壊することはできません。このように TNT を起爆させることはできるのですが、ブロックを破壊することはできないのです。こんな風に液中でも、爆破によってブロックを破壊できる、そんな液体はあるのか？ RL クラフトにはあるんです。モグラバでパラサイトバイオームを覆う。RL クラフトには液体ブロックも色々追加されているのですが、その中にモグラバというものがあります。
このモグラバは溶岩と水源の両方の性質を持っており、モグラバの中では爆破によってブロックを破壊することができます。しかも水源のように液流と液流が合わさると液源化する性質があるので、比較的簡単にバイオーム全体を覆ってやることができます。なのでこのモグラバでパラサイトバイオーム全体を覆ってやることにします。ちなみに、RL クラフトには、このモグラバ以外にも、いろんな面白い液体ブロックが追加されています。こちらの蜂蜜は、面白いことに、水の中に入り込んでいく液体ブロックです。他にもいろんな液体があるので、いろいろ試してみるのもいいでしょう。話を元に戻します。モグラバを設置する範囲としては、ハイブコアを中心とした、だいたい20チャンク四方くらいにしようかと思います。だいたい320マス四方、ということになります。実は、現時点でもう20チャンク四方以上、バイオームの汚染は進んでいるのですが、一旦こちらの範囲にてバイオームの浄化をしていこうかと思います。なぜ20チャンクかというと、マイクラの敵の枠範囲は、プレイヤーを中心とした周囲128ブロック内、つまり半径8チャンク以内、となっています。20チャンク四方湧き潰してあれば、こんな風に、敵が湧く心配のない4チャンク四方を、生活拠点にすることができるからです。先ほど言ったようにモグラバは、水源のように液流と液流が合わされば、液源化する、性質があります。なのでパラサイトバイオームの縦横一辺ずつモグラバを設置していけば、それだけでパラサイトバイオーム全体を覆うことができるはずです。水源で大きなプールを作ったことがある人は、イメージがつくと思います。まずは固体ブロックで破壊される恐れがない黒曜石を枠として、パラサイトバイオームの縦横一辺ずつ設置していきます。さあやっていきましょう。まずは今回の湧き潰し範囲の中心になる、ベコンステージ4の座標を調べましょう。まあ大体この辺りです。あれ、兜が壊れそうなんだけど。あ、やばい、兜が壊された。頭が赤くなりました。ダメージ受けてるときはワープスクロールが使えない。危ねえ汗。兜が壊されてますね。結構まだ体力があるように見えるかもしれませんが、兜やチェストプレートが破壊されると、普通にワンパンで死にます。終盤レベルの装備でもロストシティ探索中は、常に現在の防具の耐久力を把握しておくのが大事。ロストシティでは、ちょっとでも気を緩めたり、必要な確認を怠ると、いつ死んでもおかしくないですね。さあ湧き潰し範囲の中心点の座標が分かったので、その周囲20チャンク四方分の枠を、縦と横1本ずつ黒曜石で作っていきます。もちろん敵も普通に湧いてくるので、敵と戦闘しながら作業していきます。縦1本分の黒曜石の枠を作りました。次は横の分です。
さっき兜を壊されて危険な目にあったので、今回はタイタンリングというアイテムを装備します。タイタンリングはこのように、体力と攻撃力が倍になりますので、死ぬ危険性が結構減ります。他にもこんな感じでステータスが上がります。ただ、攻撃速度は半分くらいになってしまいます。また、体が大きくなり、ちょっと操作がしにくくなります。さあタイタンリングを装備します。かなり体力が上がりましたね。攻撃力も倍です。正直、これだけのステータスなら、タイマン勝負か少数の寄生虫相手なら、どの寄生虫でも問題なく倒せるでしょう。前回みたいに群れで襲いかかってこられるとわかりませんけどね。横の分の黒曜石の枠も設置し終わりました。次は、設置した黒曜石に、モグラバを設置していきます。このように無限水源を、作りながら設置していく要領で、モグラバを設置していくので最初以外は、バケツ一つあれば作業可能です。モグラバを一遍分設置完了しました。こんな風にモグラバの壁が出来上がってます。同じものを今度は横方向に作っていきましょう。もうちょっとで繋がりそうですね。さあここを繋げれば、パラサイトバイオーム全体に、モグラバが広がっていくはずです。
い感じでモグラ場が広がっていっていますね。なかなかうまくいったのではないでしょうか。このように寄生虫たちをあらかた、一網打尽にすることができます。おとなしく観念しろ、寄生虫たちよ。それでもこいつらは、こちらに向かってくるのをやめません。その身を焼かれながらも、攻撃の手を緩めようとしません。こいつらはそういう奴らです。アシュミレーテッド種は、もともとは平和に暮らしていた村人や動物たちだったはずです。すべて燃やし尽くしてしまうことは、本当はちょっと悲しいことなのかもしれませんね。寄生虫たちは、モグラ場の中ではほとんど自由に身動きすることができません。なので容易に倒すことが可能です。なぜか体力の高い、プリミティブロングアームがいました。しかし、このように、何もなす術がなくやられてしまいます。建物の隙間など、まだ寄生虫が湧く可能性がある場所はありますし、スポナーなども残っているので、敵の脇が全くなくなったわけではありません。でも、この大きなモグラバプール内まで、追ってこれる寄生虫は存在しないはずなので、パラサイトバイオームの攻略を、かなり優位に進められると思います。当然このモグラ場の外には、敵は湧きます。ちょっと外に出てみましょう。寄生虫の群れと遭遇。でもこのようにモグラ場の中に一旦退避すれば、簡単に体勢を整えることができますし、このように奴らはここまで追ってくることはできません。注意点としては、バニラのマグマと同じく、モグラ場の中では経験値オーブは消失してしまいます。なので、修繕などで装備の耐久を回復することは難しいでしょう。
めてかかってこいやー。オラ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 。オラ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 。前回の戦闘では追い詰められる一方でしたが、今回では寄生虫の群れを一掃することができました。さあベコンステージ4を倒しに行きましょう。あれ、ベコンがいないんだけど。まさか、リプレイモッドでどうなってるか見てみましょう。垂れてきたモグラバがベコンを直撃しています。結構効いてる。結構な勢いでベコンの体力を削っています。あ、普通に焼け死んでる。なぜかベコンの体力が2700くらいあったのですが、それでも2、3分くらいでベコンは燃え死んでしまいました。まさか溶岩にここまで効果があるとは。ベコンやディスパッチャーはステージ4になると、結構すぐこちらの攻撃を学習するし、体力も高いし、デスボーンしないしで、なかなか厄介なやつだったのですが、溶岩で倒せることが分かったのは収穫でした。次回はパラサイトバイオームによって生成された、奇妙な植物などの生成物や、感染されたブロックの建物を全て破壊し、パラサイトバイオームを浄化して元のバイオームに戻し、そこに安全な領域、いわば聖域をパラサイトバイオームの跡地に作ろうかと思います。また、今回説明しきれなかった部分や、補足説明などを、概要欄に書いてますので、よかったらそちらも目を通してみてくださいね。次回の動画もぜひ見てくださいね。もしよろしければチャンネル登録と、この動画が参考になったり面白かったりしたら、高評価ボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。